こんにちは、青木さやかです。青木さやかのどこみてんのよチャンネルです。今日は桑畑原これどこ見てんのチャンネルっていうのね、どこ見てんのよって一切どこ見てんのチャンネルですって何や、そんな淡々と言うのこのチャンネル名。昔の勢いゼロ。どこ見てんのよチャンネル。お金が貯まるネックレスっていうのがあったわけ。それが200万した200万。今日は嬉しいです。はい。10年ぶりぐらいにお会いしました。桑畑原の桑畑さんです。桑畑理恵さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。私のチャンネルの方でもお話いただきましたけど、めちゃくちゃ嬉しいね。嬉しい。本当に楽しい時間でした。詳しくは桑畑理恵さんのバタヤンチャンネルをご覧ください。もう終わるんですか？もう終わるんですか？締めみたいになっちゃってます。で、私の方は何を聞こうかなと思ったんですけど、私は11月にお金の本を出すんですよ。お金の本？そんなに驚いてくれるの？なんで？どんなこと書いてんのそれ？私、すんごい30代の頃、桑畑さんよりもずっと稼いでたと思うの。いや、すごかったと思うよ。それで、多分たくさん稼いだんだけど、残ってる額がわずかなの。で、それなんでかっていうと、人にお金を貸したりとか、投資に回して帰ってこないとか、あとはギャンブルとか高いもの買ったとかいろいろあるんだけれども、おおむねあんまり良くないことでなくなったわけ。買い物したんじゃないってことね、じゃあ。そうだね。たくさんの額がね。で、2年前に私の同い年のマネージャーさんが50歳の女の人が私のことを心配してお金をしっかり貯める連載を日経ウーマンさんで取ってきてくれたの。お金が今貯金全然してない人にあなたが貯められるようにって連載、そうマネーリテラシーをこう高めましょうみたいな連載を取ってきてくれて、それで2年間私は連載をしてきて、それがまとまったっていう本が出るんですけれども、その連載っていうのは誰か先生みたいな人にいろいろ聞いた対談を書いてるの？そう対談も書いてるし、私が一人でこうやって思いましたみたいなことも書いてるんだけど、40代から50代前半までのその女性でマネーリテラシーの低い人たちに真似したらとてもいいよっていう本で、いろんなことをこう勉強したわけ。へー、すごい。で、初めて知ったの。私ってあんまりお金ないんだってこと気がついた。みんなないことはないと思うよ。いや、みんなない顔してあった。ない顔してある人もいた。あるん。ほんで青木さんはもう私はある顔してあんまりなかった。何してたんだっていう感じね。そう。それでね、桑畑さんにお聞きしたいのは、どういうふうにお金の管理してるの？その子供を3人いらして、ご主人と一緒に働いてらっしゃるから、あれなんでしょうけど、例えば貯蓄はこういうふうにしてますとか、子供たちにはお小遣い、毎月こうしてますとか、ご主人にお小遣いだとか、なんかそういう。まず桑畑さんの収入があるじゃん。ご主人の収入があるから、それを一緒にするの？一緒にしてる。桑畑さんの管理。私が旦那に全部いただいて、そっから今月のお小遣いという名の形で渡させていただいて、これも私の収入でもこれ旦那の収入全部合わせて私が管理。じゃないと管理できる人なんだね。まず結婚する時に貯金がゼロやったのよ、ご主人が。1万円なかったの、貯金通帳に。それ何？ギャンブル？じゃなくてね、それこそ本当に独身時代、結婚する前実家住んでて、家賃も払わなくていいやん。ほらもう給料全部遊びで使う人やってんて。貯金っていう概念がない人やってん。で、私はもう真逆。もう何かあった時にお金がないっていう経験をしたから、一人暮らしで。だからちょっとでも貯めときたい。あと実家がそんなに裕福じゃなかったから、お金なくてできないっていうのが嫌やから、だから私18までに100万貯めたの。すごい。だって全然お金なかったでしょ？バイトでってこと？アルバイトで15万ぐらい稼いで、そのうちの3万家に入れて毎月10万ぐらい貯金してて。偉いなーね。何かあった時にすぐ動けるようにと思ってお金貯めて、ほんで、東京出てこようと思った時に100万あったからすぐ引っ越し代が。うわー、これがしっかりしてる。これがお金が貯めてないと、東京行こうかな、お
お金ないから諦めようか、貯まるまでもう1年間貯めてからって時期が遅くなるやん。だから私はそういう貯金って大切やっていう頭になってる。すごいよかったね、ご主人も桑畑さんと結婚して。いやそれ絶対よかったと思う。本当にね、その日暮らしになっちゃうもんね。そうだよ。だからね、貯金癖じゃないけど、電化製品貯金っていう、これはやってんの。どういうことですか？どういうことですかなんですけど、それこそ20代前半東京で一人暮らしやってる時、ある日突然洗濯機が壊れたのよ。ほんでビッグカメラとか行って見に行ったら、別にその全自動は当時も買えない、二槽式かなんかやけど、それでも急に3万なんぼとかやったの。その3万がなくて、そうね、その時は、そういう経験があるから、常日頃いつ何か壊れてもいいように貯金しとこうと思ってん。そっからすごいね。いやその時すっごい大変やったから。だからそっからはね、毎月初めは3000円やったけど、今はもう5000円にしてるけど、5000円電化製品貯金として5000円ってことは年間6万円貯まるんですよ、1年間でね、絶対に。たった6万と思うけど10年間で60万なんで。そうだね。電化製品って10年ぐらいで大体壊れやすいって言うやん。じゃあ10年ごと、あ、冷蔵庫壊れた、新しい冷蔵庫20万、はい大丈夫です、ここに60万ありますけど。うわ、この気持ちの余裕が欲しかったの私は。いやー、わかる。お金がないって余裕がなくなるもんね。もうだから、なんか壊れてもどうしようっていう気持ちにならなくていいっていうのをずっとやりたくて、毎月それはやってる。その5000円の電化製品貯金はどこに入れてるの？机？封筒の中に5000円入れて、でいっぱい貯まったらそれ1万円札と交換して入れるとかしてる。ああ、それどっか家の中にあるんだ。家の中にある。ああ、それは自分でなんかここで出しちゃおうってことはしない？それはしないのよ。しないのか。それ1回やっちゃったらもう終わりなのよ。いやー、そうか。1回やったらね、もうちょっと一回になっちゃうのよ。それは子供とかご主人も取っていかないですから。それを考えたことない。もしかしたら取られてんのかな。私だったら取る。だよな。いや、わかんないけど、子供の時は取ったかな。だからそれで言うたらね、私ね、子供たち3人にちっちゃい金庫1人1個ずつ渡してんの。何それ、どういうこと？なんでかっていうと、なんか初めね、貯金箱みんなやってたの。貯金箱になんか500円とか、なんかこうお手伝いした50円入れるとかでお金貯めててんけど、なんか少なくなってるとか言い出したりして取っただろう、取ってねえよみたいなんがあって、これはあかんなと、ほんでちっちゃいこれぐらいの金庫やねんけど、1980円のこと全員に1個ずつ渡して、一生この金庫を使ってねって、もう大人になっても番号も全部あって、ほんで1年間分の、お小遣いを一気に1月に渡すっていう。中学生と小学生だよね。うちほんまややこしいねんけど、小学生の間は600円やねん、6年生やったら、ただ月。ほんでジュース買いたいとか、友達とマック行くとか、いやマック行かんといて今日お昼ご飯あんねん、夜ご飯あんで、いやでも行きたい。じゃあ自分のお金やったらいいよってこう言いたいの。ほんなら自分のお金が1年間も渡してたら、そのお金でやったらもう好きなことしていいのよ。でも自分のお金で行っていいよって言ったら、じゃあいいって言うね。ガチャガチャもガチャガチャしたい、ママお金自分のお金でやっていいよ、じゃあいいってことはそこまでやりたくないんじゃんって。人のお金でガチャガチャするっていう感覚をやめてほしいね。いやいや、すごい教育っていうかそうやねんけど、だからすごいよ。なんかちょっとしたお金でも自分たちでやるようになった。だからそれはすごく良かったかなと思う。その代わり大失敗あるよ。一番初めてそうしようと思った時には、次男は言ったら初めはね、1月やから何やろ、お年玉プラスアルファ1年間分になるから9000円ぐらい渡したの。今度は9000円分全部ポケモンカード買って1日で。ほら1年間のもうお小遣いゼロ。だから友達と何か行くのも本当に何にもできないのよ。それを経験した2年目、もうすっごいちゃんと使ってる。だからポケモンカードが良かったと思ってる。でも桑畑さんあれでしょ、そこであげないんだね。1年目ポケモンカードを使っちゃって、
むっちゃあげたかったけど、ちょっと我慢した。偉いな。でもかわいそうやったね。みんながやってる時にできひんって。見てられないよね。だけどいや偉いな、そこあげちゃうな。いやそうよ、あげたくなるよ。だから多分あれはそれこそね、旦那があげてたと思う。そうか。旦那がなんか知らんけど急にお小遣いをみんなにあげるとかなんか言ってそんなこと聞いてませんけどみたいなんとか、なんかボーナス入ったからみんなにもボーナスとか言って今までやったことない見てられへんかったやろね、旦那からしたら。かわいそうだったのね。偉いね。ほんでお金もみんな金庫があるから、もう取られることはないわけよ、絶対に。そうか。番号を自分で暗記してて、で私には一応教えてもらってんの。なんかもし忘れた時とかあかんから。頼もしいね。桑畑さんが家にいてくれたらよかったな。ちっちゃい金庫渡して。やっぱそこほんとだらしないから、私はすごいと思う。じゃあさ、自分のお小遣いはどういうふうになってるの？例えば自分が服買うとか、化粧品買うとか、そういうのは毎月決まってんの？私決まってないっていうかあんま買わないのよ。封筒があんの、1ヶ月これだけ使っていいっていう。ほんでもうその中で全部やってる感じ。それ以上のものでも買い物行ったらさ、なんかカード使えるわけじゃん。私カード使わないの。私だからね、使わないし使えない。だからたまに持ってるお金が少なくてカードで払おうと思うんだけど、カードでこの年恥ずかしいで、カード使えんねんけどこれどうやってやっていいか分からへんから恥ずかしいね。カードで払われへん。なんか分かる？分からない。だからカードで、じゃあ例えばここのお会計カードでお願いしますが、この後私はどういう対応していいか分からへんねん。だからこの人カード持ってるのにカードの使い方分からへんねやって思われたくないから、もうカード使われへんねん。意味分かる？分からない。なんか分かんないのよ。カードでやるの、私カードができない。分かんないのよ、カードの使い方。でも楽天カードやから、楽天でお買い物したらそういう引き落としはできるけど、お店でカード出したことないねん。そうなの。私なんてさ、私はさ、なんかもうこう武勇伝みたいな感じなんだけど、なんかお金が減ってきたなとか思って、銀座歩いてたら、お金が貯まるネックレスっていうのがあったわけ。それがさ、200万した200万で、ってお金貯まんのみたいな。そのネックレスがさ、すごいいいの、ダイヤのすごい綺麗なの。まあとにかく気に入ったわけ。しかもお金が貯まるんじゃん。200万やけどね。200万なんてないよね、現金だよね、もちろん。でカードがもし切れるならと思ってやったら切れたの、で買ったの、そしたらさ、会社から呼び出されてさ、カードの残高が足りないっていうか引き落としができなくて、カード払いのね、200万やからね。それで会社に行って社長にすごい怒られて、返してらっしゃいとか言われて、でも返せるわけないじゃん、だからなんかそうそれでもお金たまんなかった。でもまあ気に入ってる今も。いやだから嘘やねんって、お金貯まるやつは。でもなんかそういういい形してる。でもデザインは好きなんだ。馬蹄のただ200万じゃなくてよかったっていう金額？なんか期待してたけどお金は入ってこなかった。結局そうやねんって。お金欲しいと思ってたのなんかあかんねやろね、そういうのに頼ったら。いや偉いね、すごいわ。その買わないでどれぐらいのレベルで買わないの？何が？物？物とか化粧品とかこれ、だから私言っていい？これはこういうグッズ使ってんのも毎回お洋服をここで着るのが大変なわけ。私服に興味ないのよ。青木さんみたいにこれがこうでとかないねん。旦那キャランとかもだからもうそんなもうどうでもいいね、私旦那キャラどうだっていいのそんな感じになってくるのよ。旦那キャラを？だからそうなってくるとこういうのを1個グッズで作っとけば毎回これでいいやんっていう。だからおしゃれとかよりもお金かかれへんやん、これ毎回これ着とけば。じゃあファッションはいいや。何に対してそのお金を一番かける？そうやだよね。何に対して俺は本当は欲しいなとかあんまない。ここに行きたいとかでもいいし。沖縄とか行ったのよ。沖縄行きたいで家族で、結婚10周年で家族旅行してんけど、結婚10周年家族5人でた時500円玉貯金できました。はい。す
これはねはい。もう新婚旅行が沖縄やってで結婚10周年沖縄もう一回その時の家族で行こうって決めて10年間で貯めた、500円玉80万ちょっとそれでプラスアルファで行けてんすごい。それだから手をつけないんだ。500円。つけないいやーすごい。もうねこれはだから逆に言うたらさ80万貯まってプラス20万ぐらいでいけたんかななんかいろいろ頑張ってうん。ほんならこんな安くでいけんの家族5人な感覚なのよそうだね。 80万がもうなんか知らん間に貯まってる感じなんねん500円玉貯金がちょこちょこやってるのがはあ。じゃあ本当にお金使わないんだね。何に使ってるって言われ自たら分のものにはあんまり。何やろ何買うのじゃあ聞きたい自分のために何買うの聞きたいいやもうなんかお洋服お洋服もそうだし、うんそのイヤリングとかもそうだし靴もそうだし下着とかあとサプリもそうだしなんか富山とかも行きたいし北海道も行きたい気持ちいやいや私もう欲しいもの伊勢丹なんて言ったらもう倒れちゃう。私だからね百貨店伊勢丹とか行ったことないねもうだからダメなのよダメってことはないけど伊勢丹のデパ地下に行くだけで多分10万ぐらい全然使えちゃう。使わないよ使わないけど使えちゃう。私だからな実は私青木さんみたいになんかそうやってお金をちゃんとこう使える人が羨ましい。私例えばさデパ地下みたいなとこでこうお惣菜コーナーあるやんかあんなん見たら美味しそうと思って 100g680 円の野菜サラダそうだね。ちょびっとほんなんもうキャベツ買って刻んだ方が絶対いいと思って結局見るだけで何も買えないまま出ちゃう自分まあね、買えないのよなんかか計算したらでも買うでしょ美味しいしなんかねちょっとバグってくるね。だから私それ一回やってみたいやりたいねんけどやることで心がしんどいから買う方がしんどくなんねんややこしいねんけどそう分かれへんやろ分かるやりすぎた時でねやっぱ200万のダイヤ買った時はちょっとそうなっそうやっぱそうなったた。やっぱりあーってなっただって残高がないからそうだよねそうだよねうんいやでも本当は何か買ってんのかいや私もそれパンツとかは買うよって今言ってたけどまあねどうやって買ってんの？ネット全部こうスーパーセールとかさなんかそういうじゃあ青木さんが11月に発売するその本私読んだらどうなるの私どうもならないと思う。なんかあるやんかこういう人にじゃあどういう人が読んだらためになるの久保さんみたいにちゃんと貯められない人だね。今まで一回も何もやったことがない人だと思う。溜まってない人。例えばじゃあその本の中の1個教えてこういうのやったらいいよって一番最初はやっぱり、はいダイエットと一緒で、はい自分が何に使ってるかを目視することっていうのがすごく重要で。書くってことそうです。だから家計簿をつけるってところが重要で、こんなに使ってるんだこれにっていうことを自分で認識するってことが一番最初なのね。でそれをしっかり見る。でここは減らせるなとかこんなに使ってるんだってことが分かるっていうことかな。それをやってたってことずっと、まず、それはスタートさせた。あとはふるさと納税ってどういうものかとかNISA、イデコってある。それはやってない。やってない。だけどでもそれやんねん絶対にやろうと思ってやってる急に始めたこの2年でやった方がいいよね。やった方がいいみたいよ。あと小規模共済っていう私たちはどうもありがとうございました。急に終わんのだいぶ喋ったからあ、そうありがとう急に終わるけどありがとうございました。これ本当に終わるんですね。どうもありがとうございました。すごい終わっちゃいますリンゴがですねすごくいい感じになってきましたのでこれ買ってよかったなー。くーちゃん